皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンス玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いしはい、ます。お願いします。将来、未来のスポーツは一体どうなっていくのか、はい、今のスポーツがどう肥大化していくのかなんてね、考えるとのっはい、ていたら、スポーツベッティングの問題ですごく面白い、なんていうか、スポーツの金融化というような問題まで、前回では喋りました。今回もまたそれに引き続いて、日本のスポーツ、一体どんな風に世界のスポーツと付き合っていけばいいのかという話をしてみたいと思います。ゲストの皆さん、山本先生、平尾先生、今回もよろしくお願いします。ということで、オリンピックは夏がどんどん肥大化したんで、一部の競技を冬に持っていくっていうことありましたけども、これについては山本さんどう思われますか？まあ IOC のどんな理屈でやるんですかね、そこをね。これIOC がね、言ってる理屈としては、うん。夏が肥大化しすぎたんで、それをスリム化したいっていうことだけなんですよね。自分たちで肥大化しといて肥大化しすぎちゃったっていう話なんですよね。そういうことです。ただ、この意見自体は昔からあって、実は伊賀栄千春さんが IOC の副会長時代からも言ってたんですね。うん。で、冬のインドアスポーツ、夏のインドアスポーツは全部冬に持っていったら、夏がかなり空くから、またいろんな競技をそこに入れることができるというような言い方をされてたんです。で、それに対して私なんか、伊賀千春さんと対談したときに、そんなことしたら肥大化するばっかりじゃないですかって言ったら、要するにオリンピックっていうのはもともとっていうか元来、オリンピックの本義は反戦と平和運動だと。だから、スポーツの種類をオリンピックに参加したいという競技を断ってばっかりいることは世界的に平和運動にならないという理屈だったんですね。まあ言ってみりゃ、肥大化に対する、言い訳ともね、取れなくもないんですけれども、オリンピックの本義から言うと、ある意味で正しい意見という言い方を言えるんですね。で、今回は大きくなったから小さくするとしか言ってないんですけれども、夏の大会をですね。ただ、小さくなったら、やっぱり入りたいという競技が絶対出てくるはずなんですね。特にはその e スポーツであるとか、ドローンレースであるとか、こう、新しいスポーツなんかもどんどん手を挙げているというようなことで、私は肥大化の波からは逃れられないんじゃないかと思ってるんです。どうですか、山本さん、そのあたり。これでも一つは気候変動の問題ってないですか？この先行くと、あだってちゃんと雪があるところで冬季オリンピックやれる都市ってもう限られてくるじゃないですか。はい、そうでで、すね。何十年か後って考えると、もう雪があるシチュエーションで冬のオリンピックできなくなってくるでしょ？はい。そうすると、やっぱり競技をやっぱ変えていくっていうことを考うん、えそうだなっていうことと、あとは冬うん、のオリンピックの人気はい、を考えたときに、確かにバスケとかバレーボールはい。みたいな球技をもうそっちに移すことで冬のオリンピックへの注目度を上げることができるのかなとういん、うところとかを考えてるんじゃなういかなとん、思うなると、ほどね。IOC が考えそうなことだなと思います。まあ、なるほどね。人気という意味で、ということは、人気の裏にはお金があるということですけども、平尾さんはどう思われますかこえの、いやー、もう、なんていうかな、もう、これから肥大化しますよ。もっともっと競技増やして、もっともっと大きくして注目度を集めたいっていう、こう、うなんてん、いうか、欲望が透けて見えるなっていうのはう僕はん、思うんですよね。うん、
でも、何なんでしょう。それこそ本当僕も気候変動のことは持っていて、冬のオリンピックがどんどん開催できなくなるんじゃないかっていうふうに懸念はい。されてるじゃないですか。開はい。催できる都市が地球温暖化によってどんどん限られてくるという。はい。うん。その見通しに対してはどういう見解を持っているのかっていうのはまず聞きたいし、うん。何かしらそのオリンピックへの若者の注目度がやっぱりこう下がってるわはい。けですよね。視聴すはい。る人がやはり若者に少なくなってるっていうことへの、なんだろう、こう、付け焼き場的な対応じゃないのっていうふうに、うちょっとん。こう、斜めから見ると思ってしまうし、うん。っていうところですかね。あんまり、なんか、いや、またやってるなっていうふうな、ま感た、じでは僕は捉えていました。また IOC がうまく、こう、なんて言いますか、くぐり抜けて儲ける話に突き進んでるなという、はい。そういう感じにも見えないんですけども、その気候変動の問題と一緒に考えるなら、山本さん、札幌っていうのは、とってもやりやすい、冬のオリンピックがやりやすい。おまけに札幌市という巨大都市もある。ということは、インドアスポーツもできる、ところにあると。だから、すごくチャンスなんだというようなことを、春日良一さんという元、日本の JOC。JOC の方が言っておられたんですけど、これについてはどう思われますか？そうなんでしょうね、それはね。でも、冬も夏もやるっていう、北京とかもそうじゃないですそうか。ですね。そうね。ですね。だからもうそういううん。形を取るのかな。そうするうん。と札幌は確かにね、やりやすいですよね。うん。もう、だってジャンプ台がもうすぐそばにあるし、はい、そうですね。ね。そういう意味ではやりやすいんだろうなと思いますけどね。なるほどね。ただ、そういうふうになってくる世界のスポーツっていうのが、それこそ、ベッティングは金融商品になってくると、スポーツが金融商品にもなってきたっていうような話を前回やった上で、これから日本のスポーツ界っていうのが、どのような形で発展するのが健全かというようなことを聞きたいんですけども、山本さんどうですか、これは？うん、健全かっていうと難しいんですけれうど、ん。やっぱりね、もうテレビがスポーツとくっつく時代はもうほぼ終わったと思終わった。う。うん。なるほど。はで、い。今回のオリンピックもテレビもやってましたけど、はい。やっぱ配信で見てる人たちはすごく多くなってきているし、はい。はい。そういう意味では主要メディアがテレビからまあ SNS とうん、かはい。配信に移っていくプラットフォーム企業がスポーツを支配していくっていううん。形にこれからなっていくから、うん。改めてスポーツの見方っていうのも大きく変わっていくと思いますね。うん。うん。それどう変わっていくでしょうかね、これからは。まあ、やっぱりね、ベッティング、うん。なんていうのかな、スノーボードがなんで今回あれだはい、けはい。人気集めてたのかっていうと、やっぱりショート動画で切り取りやすいんですよ。あうん、だかあ、ら、すごい短い時間にいいシーンを切り取って、それでこう、あ、この技やばいね、やばくうないねってん。いうのを一瞬にしてこう拡散していくのがインターネットというか SNS なので、うスポーん。ツの見方があるリアルタイムで待っていて競技全体を見るっていうよりも SNS の中に流れてきた切り取り動画を見てう改めん。てその競技見直すとかっていうそういう見方になってきているんじゃないかと。だかうらスポーツもん。多分ドジャースの試合とかもみんな多分ねワールドシリーズは別だったと思いますけどはい。全部見ないと思うんですよね。あ大谷あ、のシーンが切り取られていたりとか、うん。すごくこうショート動画でスポーツを消費していくっていう、そういうスポーツの見方に今、どんどん変わってきているし、なるほど。今回のオリンピックはもう特にそうなってると思いますよ。フィギュアスケートもスノーボーはい。ドも、テレビでちゃんとリアルタイムで見てる人はどれだけいたのかな。ああ、うん、でも盛り上がってる理由っていうのは、ショート動画を見て、その拡散してバズっていくっていうことを盛り上がってると呼んでいるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。私、ミラノとコルチナの閉会式を NHK で見ていて、それが、NHK の録画したのを見ていたら、ちょっと録画が途中で荒れたので、それで、ネットフリックスの方で、見ようかと思ったら、閉会式の部分の、うん。映像はあっても、全部流れてる映像ってなかったのは驚きましたけどですね。うん。やっぱりその長いのはダメなんですね。ダメですね。ダメですね。で私なんかミラノ・コルティナのレースで一番面白いと思ったのは50キロクロスカントリーでしたけども、やっぱりああいうのを見るっていう人はいなくなってきたわけだ。これ、平尾さんどうですか？そのあたりの見方の変化。そうですね。まあ僕は見方っていうよりも健全なこれからのスポーツを考えるときにうん、は、うん。やっぱり少子化を考はえなきゃいけなくて、い、はい、どんなトップスポーツにおいても、まあ当然トップアスリートも子供の頃からスポーツに親しむわけであって、はい、はい。子供の頃にどれだけそういう、まあ、豊富なスポーツ経験ができるか、うん、その競技に出会えるかがすごく大事だと思うんですけうど、もう少子ん。化になってくると、これも間違いなく子供の取り合いになってくるじゃないですか。はい、はい、小学はい、生の、いわはい、ゆるそのクラブとかが。はい。だから、これからやっぱ健全にそのスポーツを、まあ今ある競技が、まあ細々と言いますか、うん、続けていくためには、やっぱマルチスポーツですね。う小さい時ん。に複数の競技ができるように、きちっと環境を環境。整えていって、もうそれこうん。そ、18とか、まあ20歳ぐらいで、これを選ぶというかね、もうちょっと早くてもいいと思いますけど、高はい、校上がるとはい。きにこの競技を選ぶというような、そういう各競技団体がきちっと足並み揃えて、うスポん。ーツ、まあ、なかなか現実的には難しいけれども、足並み揃えて子どもたちにスうポーツん。を教える、あるいは子どもたちがスポーツができる環境をきちっと作っていくっていうところをしっかりしないと、うん。なんだろう、その今言ってたトップスポーツの繁栄というか隆盛というか、そういうものはなんかこう知らずのうちに、う下火にん。なるような気がしていて、で、これはうん。多分ラグビーに顕著だなと思ってまして、どんどん競技人口減ってるんですよね。柔あ、道とラグビーだけがその高校生の競技人口が激減しているのは、やっぱ親うん。がやらせたがらないという危険だああ、からなるほど。ところ。聞けたから、はい、はい。で、現実問題、その全国大会の花園に関しては、うん。今年予選なしで全国大会に出てくる都道府県も出てきて、ありましたね、うん。はい。ね、で、かつ、その1回戦で出てきたチームでもミスマッチですよね。もう100点差開くようなチームがはい、出てきてはい。る。うん。で、これ現実に、こう、ラグビーで言うと危険なんですよね。はい、はい、はい。強豪校の体鍛えた、それこそ部員60人、70うん。人いるチームの精鋭15人対、はい。他の野球部とかから一瞬借りてきた人がはい、いるようなスターティングメンバーの、はい、はい、そうはい、はい。いう学校が試合すると本当に危ない、怪我の恐れがあって危なはい。い。なんかそういうこともちゃんと手こ入れしていかないと、ラグビーっていう競技は多分どんどんこう競技人口、つまりね、三角形のピラミッドの下がはい。小さくなるっていうことだから、うん。先細っていくし、やっぱり健全に日本においてスポーツがこれから健全な行わうん。れ方、健全な発展をしていくっていうことを考えていけば、やっぱりそこに僕はスポーツの見方ももちろんあってね、はい、はい。それと並行して子どもたちうん。のスポーツ環境っていうものをきちっとスタジアムにしろ、各競技団体と協う力するん。にしろ、少子化っていう課題に向けて手をつないでいくっていうことが大事だなっていうふうには考えています。なるほどね。そうですね。オリンピックを語るときにも、やっぱりそのピラミッドの裾野の方まで、なんて言いますか、視野に入れた上で語らないと、もう金メダルだけ語っていても、絶対それは、スポーツを語ったことにならないということは言えると思いますけど、山本さんどうですか？今の少子化の話も出てきました。うん。うん。いや、とっても大事なテーマだなうん。と思いました。ただ一方ですごくピラミッドの底辺が小さいのに金メダル取れるっていう競技がいっぱい出てきちゃってる。ああ、うん。なるあとね、ほど。低年齢化。
ああ、そうですやっぱね。りフィギュアスケートも、それからハーフパイプとかもそうですけども、10代の子たちが金メダル取れちゃう。はい。で、はい。競技歴が2年で世界チャンピオンになっちゃったりするわけですよ。うースノーボードとかん。だとね。はい、はい、だからはい。平尾先生が今、マルチスポーツで高校生とかぐらいになったら何をやるのか選ぼうっていうん。う頃には、ハーフパイプはもう金メダル取るぐらいの選手になっちゃってるわけですよ。だおー。からね、なんだろうと思いますよ、もなるほどね。う。本ただ、当に。なるほど。ただ、金メダルを取ったらメディアとしては大騒ぎになるわけですね。うん。その、底辺、要するに裾野の方には目はうん。絶対に行かないわけでいかない。すね。このあたりでのスポーツの捉え方っていうものは、どうしていったらいいのかな。もう私と小林信也さんの一つの結論として出ているのは、スポーツに、マスメディアが主催とか共催とか講演で入っているのは、あれは全部やめろと。それで、メディアはスポーツジャーナリズムに徹しろと。自分たちの利益のためにスポーツするのやめろというのを一つの結論にしたというのを、この前の番組でもうその結論を今年1年間頑張って言いましょうって言ったんですけど、どうですか、山本さん。その意見に対してはどう思われますか？うん。もうでもね、1920年代から続いてきたね、そのそうなんですよ。企業がメディアが冠になはい。るっていうね、はい。独特のスポーツ体系からどれだけ抜け出せるのかっていうのはうん。大きいテーマですけど、でもうん。若い子たちはもうそういう風にスポーツ見てないので、そうですね。うん、そうですそね。う、もうだからうん。大メディアがどうこうっていうよりも、本当になんだろう、大きいメディアが支配してスポーツを牛耳ってるっていうよりも、うん。もっとこう、分散してスポーツを見ている、うん。SNS とかで切り取り動画で見ている人たちが増えてきたときに、今までのように朝日新聞がとうか、毎ん。日新聞がとかっていううん。スポーツのイベント、それ自体はもうかなりオワコン化していくだろううん。し、うん。それはそう思うんですけど、あとでもちょっと今希望があるところは、はい。玉木さん、前回の番組の時に言われてるんですけど、はい。師匠と弟子の関係みたいなね、はい。はい。そういうこういじめとかハラスメントにくっついてきたスポーツの良くない側面ってはい。今までもあったじゃないですか。そういうことです。はい。ありましたね。でね、今回もそうなんですけど、スノーボードって師匠いないんですよ。そうです。そう。ああいう競技って師匠はビデオカメラなんですよ。あスマートフォン。あ。だからうん。全て自分たちで録画して、うん。それを拡散して、それをまた世界のどこかのスノーボーダーが見て、うそれをん。真似して、それをまた投稿して、それをまた見てっていう風にしうん。て、スタイルとか技の洗練が動画共有の中で起きてるので、ああ。だから前4年間の間にあっという間に競技レベルが上がってたりとか、はい。新しい技が発明されてるっていうのは、うん。なんか堅苦しい師匠がいて、こうやるんだっていうよりうも、ん。世界中のスノーボーダーたちが自分の技を見てって言って動画投稿したものが共有されていくうちにうん。競技のレベルが上がっていくっていうことが起きているので、うん。そういうなんていうの、スポーツのやり方っていうのかな。うん。あと、どうやって競技者になっていくのかっていう道筋もはい。すごく今変わってきてますよね。なるほどね。うで、そうん。いう意味では、昔のその学校の中で閉じ込められてスポーツやるとか、うん。うるさい監督や師匠の好きなように支配されうん。ているような環はい。境とはちょっと違うところにスポーツが抜け出るチャンスはちょっと出てきてるのかなと。なるほどね。高校野球の指導者なんかに聞かしたい話ですけれども、まだ残ってる一番のネックかなと思いますけど、平尾さんどうですか、今の山本さんの話は？いや、そうですね。そういう意味ではやっぱり、前回、前々回お話しした、やっぱスノーうん。ボード、まあ、いわゆる横乗り、横乗り。文化が何かしら、こう、これからのスポーツ、日本におけるスポーツ
をどのようにこう行っていくべきかっていうことの一つの、なんていうのかな、まあ、先兵。例としてね、目指すべきうん。うん。姿として捉えておくっていうのは一つ大事だろうなと思います。なるほど今、ね。玉木さんおっしゃったように、とはいえ、他のスポーツはまだまだ名物指導者たる人たちがいてですね、それこそその名物さには、その昭和的な指導をまだまだはい。行っている人たちもいて、はい。だからこそ僕ちょっとスポーツハラスメントゼロ協会っていうところで今それをはい、なくすはい。ためにやってはいるんですけうん。ど、これからのスポーツにおいてその師匠、必ずその師匠からの教えがなければうまくなうん。らないっていうものではなくて、どんどん自分で主体的にうん。取り組んでいけば、そのネットではその模範となる演技も手に入るし、模範となる技術とかもはい、はい、手にはい。入るわけだかうん。ら、うん。なんかこうそういうこともひっくるめて、どのスポーツもちょっと面白そうだなって思える環境を作るのが、ね、子供たちがそれを見たりとか、うん。そのアクセうん。スするためのお手伝いをするとか、なんかそういうことをやっぱり我々大人が考えていくべきだろうなというふうにうん。は思いますね。で、なるほど山本先生おっね。しゃったように、その高校生ですでにね、実力差が出てくる競技もありますけど、そういう子うん。たちは多分もう早くから自分はこれだって決めてやる。そういう人たちはそれでやっていいとうん。思う。うん。と、なんか各競技による当然競技性っていうのもがあって、うん。さすがに、なんだろう、例えばラグビーだと17歳で代表デビューみたいなことは、ちょっとやっぱり心身の発達、特に体あ力的な、筋力的な発あ、達からはい、はい。見てするから、うん。まあ、各競技特性に合わせた上で、そのマルチスポーツって僕一口で言いましたけども、やうっぱりん。競技特性っていうものをきちっと理解した上でやっていかないといけないからね、言ったうん。手前、ものすごい複雑なこあ とをしなきゃいけないなとは、改めてこう、二人のおうん話聞きながらね、なるほどね。ちょっと浅かったかなとかって思いながら、もうちょっとこう綿密に考えなきゃいけないなと思います。いや、私も本当に綿密に考えないといけないっていうのは、今回の3回にわたる話の中で思いましたけれども、ちょっと一つ、話し忘れたことがあったようなんで、山本さんに聞きたいんですが、オリンピックの政治性といいますか、この対談というか、定談をやっているときに、トランプ大統領はペルシャ湾に空母を派遣して戦争をやろうとしていますけれども、もうこれがオンエアになって公開されるときには戦争はやったのかもしれませんけれども、あの、国連を通じた休戦協定があるわけですね。これの、なんていうんですか、効果というか、これからっていうのは期待していいもんだと思われますか？それとも、これはやっぱり絵空事に過ぎないのかというふうに思われますか？どっちですかね、これは。これはもうでもずーっと絵空事ですよ。それはまあそうですけどもね、うん。だって結果ロとしては。シアのウクライナ侵攻もそうだし、うん、絶えずそのオリンピックはこう休戦と結びついて語られるけれど、うん、うん、現実的に振り返ってきたときに、うん。一度も達成されたことなんかないんじゃないのかなと思う。いや、ないというデータそれはないは、ですね。うん、うん。坂上先生が出してくれまして、うん、パリオリンピックの時にもう国際紛争っていうのがいくつあったかって70以上あったらしいですね。うん、その休戦協定の間に。うん、で、かつて国連決議がリレハンメルの時から始まって、あの、最低でも20以上、うん、もう大体平均する50ぐらいの世界各地で、武力紛争があったという事実はあるんです。うん、ただ、例えば今、それこそ、アメリカのイラン攻撃が行われてるかどうかわからないんですけれど、あれベネズエラに対する攻撃、あれはひょっとして、休戦協定に入る前にギリギリでやったんじゃないかと。でないと、アメリカ自身も、これから2年後のロサンゼルスオリンピックがあるから、ちょっとそれを気にしたんじゃないかっていうようなことを、春日良一さんなんかはもう言ったんですけど、どう思われますか、そのあたりは。僕はね、スポーツウォッシングだと思いますよ。やっぱりオリンピッああ、クは、
世界で起きている紛争や戦争を一旦見せなくさせる装置になっちゃってて、なるほど。だから現実を覆い隠す装置としてスポーツウォッシングが機能しちゃっていて、それでやっぱりドローン競技っていうのも、はい。やっぱり今ドローンって基本的には攻撃の装置としてみんなが見るようになっている時に、はい、スポーツという競技性を入れることで、ドローンは必ずしも武器ではないと。平和利用できるよっていう風な形で、使われ始めてんじゃないかな。だからスポーツをうまく利用して、平和的なイメージをくっつけることで、現実に起きている紛争や様々な差別とか戦争を見えなくさせてる。だからそういう風にしか僕は見えないんですよね。特にIOC の平和というものの架空の平和利用っていうのかな。そういう風に見てますけどね。例えばオリンピック競技なんかでもピストル競技であるとか、それこそライフルであるとか、それからまあフェンシングもそうかもしれませんけれども、そういうようなものを平和に使うことを、強調することによって、平和の方につながるという見方は、あまりにもやっぱり内部すぎるというか、優しすぎますかね、見僕方は。ドローン競技の展開っていうのは僕はそういうふうに見てます。なるほどね。ドローンでもう平和競技になるんだよというのがメッセージになるかなって思っていた私としては、もう一回考え直そう。そうか。平尾さんどうですか、平和とオリンピックは。いや、もう噛み合わせの悪いものです。本当にああ、なるもう本当にスポーツウォッシングの最たるものだと思うし、今ほど。のドローン競技に関しては、うわー、なるほどなと思って僕全くなかった視点なので、うん。本当に腹落ちしました。ですから、うん。やっぱりオリンピックが現実世界に及ぼす影響っていうものに関しては、うん。きちっとやっぱり注視しておかないと、特に我々のような、研究者であったり、はい。ジャーナリストとしてのはい。持つものとしては、やっぱりたとえ同じようなことであっても、4年ごとにはい。は、きちっとやっぱり、見方、そういうオリンピックの政治性みたいなものに関しては、きちっと警鐘を鳴らしておく必要があるなと、改めてやっぱりお二人とお話しさせていただく機会を持って、感じた次第です。なるほど。言い続けるのってね、結構ね、また同じこと言わなきゃいけないと思ったりとか、なんか自分そうですね。自身が飽きつつあることがあるのは正直言うとあるんですけど、でもこれに負けたらいけないなっていうのは改めて感じました。なるほどね。私も50年近く同じことを喋ってますんで、これからも頑張っていこうと、今日の、山本さんと、平尾さんとの話で改めて思いました。もう一回考え直します。春日さんにもう一回出てもらおうね。出てもらってどうなのかって。山本さん、言い残したことが何かあったら喋ってください。いやいや、スポーツについて。また次回呼んでいただいて、わかりまし深めたいた。ですね、それは。わかりぜひ。ました。はい。平尾さんもまたよろしくお願いしますはい、ね。こちらこそよろしくお願いしまはい、す。どうも3度にわたってありがとうございまありがとうごした。ざいました。本当にまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。